婚する前は分からなかったこと、これはどうしましょう。でも私だったら待って、私復縁何度かしたことがあって、ジェンダーロールってもうなくてもいいんじゃないかなと思っていて。皆さんこんばんは、親からです。今日はインスタで募集したみんなからの質問にどんどん答えていきます。皆さん質問たくさんありがとうございました。今日はね、美容のことから人生のこと、恋愛のことまでいろんなジャンルに答えていきたいと思います。まずは10年以上長く続けている美容法があれば教えてほしいです。はい、まずはメイクは絶対に落として寝る。これに関してはもう徹底してやっていることで、日焼け止めとかもそうだし、メイクしない日でもちゃんとクレンジングはして洗顔してスキンケアして寝るようにしてます。もうどんなに疲れて帰ってきても、仕事で例えば3時とかに帰ってきても、遊びに出かけて朝5時に帰ってきても、どんだけ酔っ払ってでももう張ってでも絶対にメイクは落とすようにしています。次、彼ともうすぐ結婚します。おめでとうございます。かなさんのおすすめ家電&家具教えてください。うちはね、ルンバがすごく良かったです。やっぱ2人とも忙しかったりするので、アプリで勝手にやってくれたりもするし、なんかやってる間に掃除機かけといてほしいみたいな時にめちゃくちゃ便利です。で、最新のやつじゃなかったらそんなに高くない。水拭きとかしてくれるやつとかはめっちゃ高いですけど、そうじゃなかったら意外とお手頃価格で買えるので、とってもおすすめです。あともう一個はプロジェクターは本当に買ってよかった家電で、映画とかドラマとか2人で一緒に見る時とかに映画館気分になれてデートっぽい感じにもなるし、ちょっとしたイベント感みたいなのがあって楽しいし、あと本当にテレビがないとお家のインテリアがすごくスッキリするので、やっぱね、テレビってやはりどうしてもビジュアルがっていう時があるし、あとやっぱリビングルームを乗っ取るっていうか、テレビっていう感じに大きいものとかはしちゃうんで、プロジェクターはすごくおすすめです。家具に関してはこれはね、好みがあるからね、どうだろうね。でもソファーは座り心地がいいやつがいいと思うっていうぐらいかな、アドバイスとしては。私は結構ビジュアル優先して可愛いって思えるものを選んでしまうんですけど、今メインで使ってる東郷のソファーは可愛いって思えるし、座り心地もとってもいいので、東郷ソファーはおすすめです。次、大好きです。ありがとうございます。20万円ほどの予算ならアクセサリーかバッグどっちを買えますか？難しい。どうしましょう。でも私だったら待って、アクセサリーかも。やはり20万円で買えるバッグと20万円で買えるアクセサリーだったら、20万円で買えるアクセサリーの方がいいものが買える気がする。で、やはりバッグに関してはめちゃくちゃクラシックなアイテムじゃないと長く使うのって難しいアイテムかなと思っていて、クラシックなバッグはやはりお値段がしてしまう気がするんですよね。で、一概には言えないけど、私だったらアクセサリーに投資するかな。アクセサリーの方が費用対効果が高い気がします。このご予算であれば、個人的には。次、一番長く愛用しているファッションアイテムを教えてください。こちらになります。じゃーん。シャネルのバッグです。これ20歳の時に買ったので、もう15年以上の付き合いになります。我が家のクローゼットでは一番長い付き合いです、この子が。で、当時は本当に勇気を振り絞って買ったんですけど、20歳の誕生日のお祝い、すごい大きな仕事が決まったお祝い、いろんなことを抱き合わせにして言い訳にして自分を説得して、いざ買うって時も自分でこんな大きな決断してもいいのかなって思って、すごい信頼しているお姉さんに電話して、今これを買うことを考えてるんですけどどう思いますかみたいな相談とかもして、いや、いいもの買いなさいって、長く使えるんだからって言っていただいて、やっと勇気が出て買えたものです。上質なものってね、長く使えるし、クラシック定番のものって流行りから関係ないところにいるから、やっぱ流行りのものってテンション上がってワクワクしていいんですけど、2年3年4年5年すると流行りから外れて、遅れてるものみたいな感じの扱いになってしまうので、私はどちらかというとクラシック定番アイテムに投資したいなって思っているタイプなんですけど、これに関してはもう本当に
買ってよかったです。これ今15年以上だけど、こっから先また15年も使えると思うし、年齢を重ねても自分のどんなフェーズの時も寄り添ってくれるっていうか、合うっていうか、いい買い物だったなと思ってます。次、復縁について。一度別れた人と復縁はありですか？ご意見欲しいです。難しいね。難しいけど、これは若い時は私復縁何度かしたことがあって、結果から言うとうまくいかなかったんですけど、でもそれって一概に復縁が良くないことだとは思わなくって、私がうまく復縁できなかっただけで、復縁する時に考えた方がいいなって思うことが一個だけあるんですけど、その別れる理由になったことが2人ともそこから成長できてるか乗り越えられてるかってところがポイントだと思うんですよ。私たち別れた原因についてどうお考えでしょうかじゃないけど、そこに関してはどういうふうにこれから私たちはアプローチしていくのかみたいな会話がすごい大事かなと思っています。一人が我慢するんじゃなくて、一人がなかったことにするんじゃなくて、二人ともちゃんとそれを話し合って二人でちゃんと乗り越えたことができたカップルに関しては復縁してとてもうまくいってるなと思っていて、そういう意味では全然ありだと思います。次、彼がバツイチ子持ちで好きなのに過去を受け入れたい気持ちと受け入れられない気持ちがあります。かなさんだったらどのように気持ちの整理をつけますか？そうですね。大人になってくるとさ、みんな今まで生きてきた人生がそれぞれあって、過去もそれぞれあって、それもひっくるめて好きでいられるか、一緒にいたいと思えるかっていう風になってくるじゃないですか。若い時は好き一緒にいたいみたいな、自分の気持ちに素直にだけなればよかったところが、やはりいろんな要素が人生を生きていくうちに増えていって、例えばその過去だけじゃなくてパートナーの家族とか自分の家族とか自分の過去とか、いろんな要素がこう相まってくると思うんですよ。でその中で自分の気持ちとそういう要素とって両方をこう考慮しなきゃいけない瞬間もあると思っていて、でその中でこうであってほしいっていう自分の希望と自分の気持ち、本当は両方取れたらいいのに、それを天秤にかけてどっちが大事か決めなきゃいけないっていう状況になることがあると思っていて、そういう状況なのかなって質問してる方は今思うんですけど、私が結婚してみて思うのは、結婚する前は分からなかったこと、これは何かっていうと、完璧な相手、理想の相手っていうのはいないって思ってる。それは線が理想の相手じゃない、完璧じゃないって言ってるわけじゃなくて、やはり他人同士が一緒に心を決めて一緒に暮らしていくって大変なところもいっぱいあるし、すり合わせなきゃいけないこと、妥協しなきゃいけないこと、お互い理解を示さなきゃいけないことっていうのがいっぱい出てくるんですよ。そういう枠組みの中でどう成長していくか、どういうふうに2人で進化していくか、どういうふうなカップルに2人でなっていくかっていうところが結婚の美しさの一つでもあるのかなと思っていて、結婚に関してはいろんな考え方があると思うので、結婚っていう形が正解だとは全く思わないけど、私たちはそれをチョイスしただけなんだけど、そういうコミットメントの中でどういうふうに幸せになっていくかっていうことがテーマになっていくの。なんかそれまでは幸せになりたい、幸せになるにはどうしたらいいんだろうみたいな、こうすごい多くの選択肢の中から何でも選べるような気持ちでいたんだけど、でもこの人と一緒に幸せになりたいって思った時に、じゃあこの人と一緒にいながら2人とも幸せになっていくにはっていう枠組みが生まれて、違う視点が生まれたんですよ。でそれがすごく興味深いことの一つでもあったんですけど、もちろん条件面で判断することも、自分にとってそれがとてもプライオリティが高いことだったらそれを優先するべきだと思うし、大事にするのが正解だと思うし、でも私に関してはその自分のそういう愛情とか好きっていう気持ちの方が折り合いがつけづらいもの、それはごまかせないものだと思っているから、他のことに関しては何とかしようと思えば何とかできることがいっぱいあると思ってて、もちろん何とかできないこともあるんだけど、なんか嫌だな、もやっとするなって思ってるような
ところ、ちょっと合わないかもって思ってるようなところ、こうだったらよかったなって思うようなところ、それはみんなあると思うの。どんなカップルでも悩みはあると思うし、でもそれを言い出したらキリがなくて、それにフォーカスするよりは、この人とだったらいける乗り越えられる、私たちやっていけるって思える相手だったら、その気持ちを優先するのが私はいいかなと思います。次、ビールは飲みますか？飲みます。好きです。特にこの季節1杯目、やはりビール最高じゃないでしょうか。私は最近サワーエールっていう酸っぱいビールにハマっていて、ザ・ビールっていうよりはちょっとワインみたいなニュアンスがあるんですけど、フルーティーだったりとか、いろんな果物の風味があったりするビールで、それがすごく好きです。次、ちょっと生々しくなるけどお金の話聞きたいです。今転職を考えていたり、副業を始めたり、いろいろ将来のことを考えて稼げるうちに稼いどこうと思っているのですが、かなちゃんはそういうのありますか？私はどういう人生を送りたいかとか、どういうキャリアにしていきたいかとか、どういう人間になりたいかみたいな大枠の中の一つの項目として、こういう人生を送るためには、こういうキャリアになるためには、こういう人になるためにはの細かいセクションの一つとして、じゃあこれぐらいお金稼がなきゃとか、こういう風な働き方もしていかなきゃとかっていうのがあります。このお金だけをできるだけ稼ぎたいっていう別個の軸にこのお金がなるっていうことは私の中ではないんですけど、でも人それぞれプライオリティがあると思うので、それが別個の軸でしっかりあるのもそれもいいと思うし、それが自分にとってすごく安心を与えてくれるんであればそれでもすごくいいと思うし、ただ人生何が起こるかわからないので、お金ってさ後からでも稼げると思うんですよ。もちろんその稼ぎ方にもよると思うんですけど、できる方法とできない方法がやっぱり年齢的に出てきたりするところもあると思うけど、比較的いくつになってもできることではあると思うの。金額にもよると思うけど、だからこういうのって難しいなと思うのが、答えてる時にどうしてもそれ一つしか言わないとそれだけしか考えてないみたいなことをやっぱ思われてしまいがちというか、切り取って解釈されてしまうのが残念だなと思うことがあるんですけど、だからこういっぱいでもこういうのもあるよ、でもこういうのもあるよ、こういう可能性もあるからねって言わなきゃって思っちゃうんだけど、決してこれを言わなかったからといってそれを配慮してないっていうことではなくて、そこは理解してほしいなと思うんですけど、時間だけは巻き戻せないと思っていて、若い時にしか経験できないようなこともあるなと思ってて、私は17歳からキャリアが始まって、20歳21歳ぐらいの時に私すごい仕事に集中しまくってて、ティーンネイジャーならではの楽しみ方とか、ティーンネイジャーならではの生き方みたいなものを全然してこなかったなと思って後悔したことがあったんですよ。もちろん大人になってからもできることいっぱいあると思うんだけど、人生やはり季節があって時期があって、その時にしか経験できないこともやはりある。そうなった時にお金を稼ごうっていうことにフォーカスするのもいいと思うんだけど、でもそれと同時にその時にしかできないこともぜひ忘れずに経験してほしいなとは思います。次、執着を捨てるには、執着を捨てるにはまず自分が執着してるっていうことに気づくのが第一歩かなとは思うんですけど、なんで自分が執着してるんだろうって思えると答えが出づらいのかなって個人的には思っていて、その執着することによって自分が得てること、例えばこれに執着することによって私は安心感を得ている、これに執着することによって私は自信を得ているみたいな、そのトレードオフしている項目があるんじゃないかなと思っていて、そのトレードオフしていることってなんだろう、でそのトレードオフしてることって私の人生を本当に豊かにしてくれてるのかなっていう、その一個一個ちょっと分解して質問をしてみる。ゴニョゴニョってなってると何がどうなってるか分かんなくて、それって解決すごいするの難しいと思うので、一回分解して、で新しい視点、新しい質問を投げかけるっていうのがすごく大事かなとは思います。で、執着っていう単語に関しては行き過ぎているっていうニュアンスを含んだ言葉にはなると思うんですけど、その行き過ぎてるを
取ったら自分が好きなものを分かってたりとか、自分が大事に思っていることが分かってたりするっていうことにもなると思うので、そのトレードオフしている項目が本当に自分のことを豊かにしてくれてるって分かったら、これってこういう形でしか私はこの気持ちを得られないのかなっていう質問を投げかけてみて、もしこの気持ち、例えば安心感なんだったら、それが安心感って他のところで自分に与えてあげられないかなっていうのを考えてみる。一個のものから全部を得ようとすると、やはりどうしても行き過ぎてしまって、何事も行き過ぎてしまうと自分にね、害があるものになってしまうと思うので、いろんなリソースからその自分が欲しいと思ってるものを取り入れるようにするのが健康的なヘルシーなところに自分が入れるんじゃないかなと思うので、他のリソースからもその気持ちを得ようとしてみるのがいいんじゃないかなと思います。次、彼氏が結婚したいと思ってるかわからないです。かなさんなら直接聞きますか？聞きます。結婚に関してはさ、ほらだってしたい人としたくない人いるじゃないですか。そもそも結婚に興味がない人もいるし、そもそも向かってるゴールが違うっていうことが結婚に関してはあり得ることだから、それは確認するのがすごい大事かなと思っていて、あと結婚してほしいのに彼が言ってくれないとか、結婚したいのに私からは言えないみたいなご相談質問とかも他にも来ていて、もし2人とも結婚したいと思っているストレートのカップルなのであれば、どちらが結婚に対して先に言わなきゃいけないみたいなジェンダーロールってもうなくてもいいんじゃないかなと思っていて、もちろんその暗黙の了解じゃないけど、そういうカルチャーじゃないけど、なんとなくの世間のルールみたいなのが存在するのは分かってます。私も認識してるし、それを期待する気持ちも分かるんだけど、そうじゃなくても全然いいと思う。もし自分がやりたいことがあるんだったら自分から言うのもいいと思うし、相手も喜んでくれるかもしれないし、でもしこの自分から聞くのが怖いっていう原因が惹かれてしまうかもしれないっていうこと、相手が冷めてしまうかもしれないっていうことなのであるならば、なおさらそれは聞いた方がいいんじゃないかと思っていて、これについてさ、聞いただけで惹かれて冷められてしまうような関係、それぐらいの気持ちしか相手が自分に対して持っていないっていうことなのであれば、早く知った方がお互いの時間が無駄にならなくていいと思うし、お互いそれを認識したらそこからスタートする新たなステージもあると思うし、新しい愛の育み方もあると思うし、気になってることがあるんだったら聞くのがいいと思います。はい、こちらで今日の Q&A のビデオ以上となります。今日ちょっと長いビデオになったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。あとみんな質問もたくさんありがとうございます。また近々 Q&A のビデオやりたいと思っているので、また質問相談等々ある方、ぜひコメントの欄にコメントをください。あとコミュニティウォールの方でも随時受け付けているので、そちらの方でもどちらでもいいので、お願いします。それでは今週もありがとうございました。次のビデオまでまたね。